こんにちは。本動画はオープンモデリカで作成したモデルを FMU にエクスポートして、その FMU を Python パッケージの一種である PyFMI で制御する実験動画です。まずはオープンモデリカ上でのモデルの構成を確認しましょう。このようなモデル構成になっています。大きく3つのブロックに分かれており、左上のブロックが指令機です。その隣のブロックが制御機で PID 制御を行っています。右側の最も大きなブロックが制御対象の DC モーターとなります。この3つのブロックを個別の FMU としてエクスポートします。それらの FMU を Python で制御する場合の構成がこの図となります。オープンモデリカ上では指令機が目標値を指定していましたが、Python で制御する際はスライダー GUI で人間が操作する構成としました。Python による GUI 作成は TK インターを使用しています。それでは実際のシミュレーションを見てみましょう。シミュレーションが開始しました。左側のスライダーを操作して目標値を変更します。マゼンダ色の波形が目標値です。青色の線が実回転速度で目標値に追従していることがわかります。赤色の線が回転速度のフィードバックをもとに PID 制御機が出力している制御電圧です。シミュレーションの時間制御を評価するため、プログラム的に作成したサイン波を入力してみます。少し波形が崩れてしまっていますね。今度はノコギリ波を入れてみましょうか。やっぱり波形が欠けてしまってますね。これはあれですね。Python 側の描画処理負荷の都合で指令値をリアルタイムに渡せていないようです。というわけで、事前に仕込んでおいたポーズ機能に活躍してもらいましょう。ポーズ機能はその名の通り、グラフ表示をポーズする機能なのですが、ポーズすることで描画処理負荷をなくすことができます。これにより、原因が描画処理にあるかの切り分けができると思いますよ。ポーズを解除します。思った通り、描画負荷が大きかったようですね。ポーズしていた期間の波形がきれいに取れています。さらに、CPU 負荷も計測していました。たった今、追加で表示された緑の太い点線が CPU 負荷です。ポーズ期間は低負荷、ポーズ解除は散発的に高負荷になっていますね。また一瞬だけポーズをかけますよ。やっぱりポーズの期間だけが負荷が小さくなりますね。拡大してみてみましょう。案の定、負荷が大きなところで指令値の更新が止まってます。これはもっと改良を検討しなくてはなりませんね。Python を使ってることによる限界なのかもしれませんが、もうちょっと試行錯誤してみますね。結果があれな感じでしたが、今回の実験は以上で終了です。最後までのご視聴ありがとうございました。